こんにちは、アリアです。今回は、シリウス星とは、どんなところなのか、お話ししていきたいと思います。シリウスとは、大いぬ座の方向、地球から、およそ、8.6光年離れた場所に位置する。夜空で、最も明るく輝く恒星です。シリウスには、シリウス A、シリウス B、シリウス C の3つの星系があり、それぞれ、異なる次元の文明が存在しています。特にシリウス B では、高度な霊性文明が発達していて、意識の進化、魂の統合、そして水と深く関わる知恵が多く受け継がれています。古代エジプトでは、神聖な星とされ、ナイル川の氾濫の時期を知らせる神の目として崇められてきました。アフリカのドゴン族の伝承や様々な古代文化の神話にも登場するこの星は、私たち人類と深い縁を持つ存在でもあります。それは、深い霊性と静けさに満ちた高次元の魂たちが暮らす文明。言い換えるなら、魂の静寂と英知が息づく星とも呼べるような場所なのです。シリウスの文明の多くは、いわゆる 4.5 次元から6次元以上の周波数帯に存在しており、そこでは、時間の感覚も、空間の概念も、地球とは、全く異なります。過去や未来といった、直線的な時間ではなく、意識の状態によって、時間が伸び縮みするような、柔らかく流れるような時間の中で、彼らは日々を生きています。そして、何よりも、この星の文明を象徴するもの、それは、水との深いつながりです。シリウスの存在たちは、水を通して、情報を受け取り、感情を整え、意識を高めています。水そのものが、彼らにとっては、意識の媒体であり、日常的に、水と交信する文化が根付いているのです。水中都市のような場所に暮らす存在も多く、住まいは、液体の光と、音の波動で構成されています。地球のような固定された家ではなく、波動と共鳴して形を変える、流動的な空間が主流です。シリウス人の暮らしは、とても静かで、穏やかで、瞑想的です。外側の刺激よりも、内なる感覚や、魂の声に、意識を向け、自己探求や、精神の進化を大切にしながら、日々を丁寧に過ごしています。彼らにとって、生きるとは、魂の純粋な振動を保ち、宇宙の調和に貢献すること。働くという概念も、競争するという考え方も存在せず、それぞれが持つエネルギーを自然と発揮しながら、周りと共鳴して生きる社会が築かれています。では、ここで、シリウスの存在たちの外見的な特徴についても触れてみましょう。高次元のシリウス人は、多くが青白く光るエネルギー体として存在しています。その姿は人間型の場合もありますが、時にはイルカやクジラのような水生生命体の形をとることもあります。これはシリウスが実際に海洋生命体の意識と深く共鳴しているためであり、特にイルカたちはシリウスのエネルギーを宿した存在として地球でもよく知られています。人間型の姿では、肌は青みがかった光沢を持ち、目は深く澄んだブルーやシルバー、その瞳を見つめると、静かな海の底に引き込まれるような、不思議な安心感と、懐かしさがこみ上げてきます。地球に転生している、シリウス系の魂、いわゆる、スターシードにも、そうした特徴が、現れていることがあります。例えば、深い眼差しで、静かな空気をまとう人。表情は、穏やかで控えめだけれど、存在感がある。話し方は、ゆっくりで落ち着いており、無言の時間を恐れない。水が大好きで、雨や海の音に癒される。一人でいる時間に、満たされるタイプ。
人の感情に敏感だが、それを言葉にすることは少ない。こうした傾向を持っている人は、もしかすると、シリウスの魂の記憶を持っているのかもしれません。シリウスでは、家族という概念も、地球とは少し異なります。血縁による、つながりよりも、魂の共鳴によって、つながる家族が基本です。子供は、尊敬される存在として、迎え入れられます。導く存在としての親ではなく、共に学ぶ存在としての親子関係が築かれ、子供たちは、魂の記憶を、そのまま活かしながら育っていきます。恋愛においても、シリウスの世界は、とても静かです。激しい情熱や、ドラマティックな関係ではなく、波動レベルでの共鳴が大切にされます。言葉ではなく、存在するだけで、相手を感じ取る。二人で過ごす。静かな時間の中に、すべての愛が溶け込んでいる。そんな、深くて透明な関係性を築くのが、シリウスの愛の形です。また、シリウス人の移動手段は、地球のような乗り物ではなく、周波数と意識を使った、ワープ的な移動が主流です。場所というよりも、波動が一致する空間に意識を合わせることで、スムーズに移動することができます。このように、シリウスという場所は、静けさと深さの象徴であり、魂が本来持っている英知や霊性を思い出させてくれる星です。そして今、地球には多くのシリウス由来の魂が転生してきています。彼らは目立つことは少なくても、静かな癒しや深い気づきを与える存在として、周りに影響を与えています。あなたが静けさに惹かれるとき、人混みを避けて、水辺で一人、静かに過ごしたくなるとき、あるいは、音のない空間になぜか懐かしさを感じるとき、それはきっと、あなたの魂がシリウスの記憶を思い出しているサインかもしれません。シリウスは、外の世界を変える前に、まず、内側の静寂とつながることを教えてくれる場所。魂のふるさとが、どこであれ、こうして、少しずつ記憶をたどることで、あなたはもっと自由に、自分らしく生きられるようになるはずです。最後まで見てくれて、ありがとうございました。また、次の旅でお会いしましょう。